皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？いきなりですが、皆さんは映画館によく行きますか？最近はネットフリックスとかいろんなストリーミングサービスがあるので、映画館に行かなくなったという人も多いかもしれませんが、皆さんはどうですか？私は最近全然行ってなかったんですが、先日韓国で映画館に行ってきました。私の妹が最近韓国にワーホリに行ったので、家にちょっとだけお邪魔して、そして一緒に鬼滅の刃を見てきました。皆さんは鬼滅の刃の映画、無限上編の映画はもう見ましたか？で、私は見に行った感想を一言だけ言うなら、めっちゃ良かったです。各キャラクターのバックグラウンドやどんな人生を送ってきたかというシーンが多かったんですが、もうめっちゃ泣いてしまいました。泣くとは全く想像していなかったので、映画が終わってからうわめっちゃ泣いてもうたっていう感じでした。そして炭治郎がめっちゃ天然すぎるというか、笑いそうになったシーンがたくさんあったんですけど、横に座っていた方はじっとしていて、特に笑う素振りも何もなかったので、私も映画館で大きな声を出して笑ってはダメだと思って必死に笑いをこらえながら見ていました。そんな感じで笑えて泣ける映画だったなと思います。鬼滅の刃ってあんなに真剣に戦うシーンがあるのに、急にギャグというかコメディ要素がぶっ込まれていて、真剣な部分とコメディの緩急があってもめっちゃ面白かったなと思います。私は映画を見たらよく泣いてしまう方なので、あの鬼滅の刃の映画で泣くとこあったって思う方もいるかと思いますが、そうですね、私は結構泣いてしまいました。鬼滅の刃なんかとっくに見たよ、もう2回見たよ、3回見たよっていう方もいるかもしれませんが、まだ見ていないという方はぜひね、見てみてください。おすすめです。でですね、今回は鬼滅の刃の話をしたいのではなく、日本の映画館の話をしていこうと思います。今回、韓国で映画を見に行って感じたことがありました。映画を見に行くってめっちゃ簡単で楽しいことなはずじゃないですか、普通は。だけど、海外で映画を見に行くってなったら、まず映画をどうやって予約したらいいんだろうとか、座席どこに座ったらいいんやろうなとか、その映画館の雰囲気とか、どんな食べ物売ってるんかなとか、いろいろ気になることとか、ちょっとしたね、わからないことってたくさんあるなと感じました。で、私も韓国で映画を見に行ってちょっと迷ったし、これどうやったらいいんやろ、これ合ってんかな、これって映画のチケットこれ見せたらいけるんかなみたいな、そういうね、迷うシーンがあったので、今回は日本の映画館についてお話ししていこうと思います。これを聞いたら、まあ日本の映画館のシステムとか、だいたいこんな感じだよっていうのがわかるかなと思います。そして私は韓国以外でもいくつかの国で映画を見に行ったことがあるので、まあちょっとそういう雑談も交えながら話していこうかなと思います。海外で映画を見に行った話なんですけど、ちょっと昔の話もあるので思い出しながら、自分の記憶をこう探りながらお話ししていこうかなと思います。まずは日本の映画館について話していこうと思います。日本の映画館ですが、いろんな映画館があります。小さい映画館で昔の映画をよく再上映しているところとか、海外の映画をたくさん上映している場所など、何かにちょっと特化した映画館もあります。ですが、皆さんが旅行中や日本に住んでいてよく見かけるのが東宝シネマやイオンシネマかなと思います。比較的全国どこにでもあって、私は行くなら東宝シネマに行きます。家から近いっていうのと、比較的都会の真ん中にあるイメージなので行きやすいです。なので皆さんも、旅行してて、ちょっと日本で映画見に行ってみたいと思ったら、東宝がよくあるかなと思います。映画を見に行くってなったら、ほとんどの方が皆さんが今いる場所から近い映画館に行くかなと思うんですが、いくつか違いがあります。一つはスクリーンですよね。普通の皆さんが想像する映画のスクリーンっていうのもあるし、IMAX というもっと大きいスクリーンで
サウンドとかもっと臨場感があふれた映画を楽しめるっていう場所もあるし、あとは 4D の映画館もあるかなと思います。皆さん 4D で映画を見たことはありますか？私はまだ 4D で映画は見たことないんですよね。どんな臨場感があるのか一度は見てみたい気もしますが、私はどっちかというとリラックスしてコーヒー飲みながらちょっとポップコーン食べながら映画を楽しみたい派なので、実際どうなんでしょうね。ずっとなんか緊張してしまいそうで、見てみたい気はするけど、まあいっかなっていう気もします。ってな感じで映画館にもいろいろ種類があります。日本の映画館すべてにこれが揃っているわけではないので、自分でちょっとね、調べてから行く必要があります。で、映画を見に行きたいってなったらチケットを購入する必要がありますよね。チケットなんですが、事前に映画が公開される前に購入できる前売り券、ムビチケっていうのがあったり、あとは普通に映画が公開されてから映画館に行ってチケットを購入したり、オンラインで予約したりという方法があります。映画が公開される前にチケットを購入した場合は、ちょっとだけ安く購入できたり、あとはなんか特典がついていたりします。特典っていうのはギフトです。何か、小さいプレゼントがもらえたりします。その特典は映画によって様々で、必ず全ての映画でもらえるわけではないんですが、よくあるのはクリアファイルとかポストカードがもらえたりする場合が多いと思います。特にアニメの作品とか漫画が映画化されたっていうものはよくあるかなと思います。なのでちょっとでも安く映画を楽しみたい、そして何か特典が欲しいという場合は、前売り券を購入することをお勧めします。でもまあほとんどの人が数日前に今週のお休みの日、週末何か映画見に行きたいなとか、あ、そういやあの映画も公開されてるからそろそろ見に行こうみたいな感じで映画を見に行く方が多いかなと思います。ここで注意なんですが、皆さんの国ではどういうシステムかはちょっとわからないんですけど、日本では映画は2日前からしか予約ができません。なので1週間後の週末に鬼滅の刃の映画絶対見に行きたいから早くチケットを予約しとこうとか、いい席で見れるように予約しようと思ってもできないんです。映画館によって多少の違いはありますが、2、3日前からしか予約ができません。これは前売り券を持っているとかは関係なく、どんな予約方法でも2日前からしか予約できないので注意です。で、映画なんですが、オンラインで予約する方法と実際に現地に行ってチケットを購入する方法があります。オンラインだったら事前に焦らずに席どこ空いてるかなとかいろいろ見ながらチケットを購入できるかなと思います。で、もしオンラインで購入した場合は、映画館に行ってからチケットをもう一度発券しないといけません。オンラインで購入して終わりではないので、そこは注意です。で、実際に現地に行ってチケットを直接買う場合ですね。最近ほとんどの場合はキオスクというか、機械が置いてあるので、そこで好きな映画を選んで、時間を選んで、座席を選んで購入する必要があります。で、ここもスタッフの人と話しながらとかではないので、まあ、日本語がわからなかったらちょっと Google 翻訳とかかざしながらやってみると、まあ、スムーズにいけるかなと思います。で、ここでなんですが、日本の映画館って結構値段が分かれていて、あとはいろんな割引がたくさんあります。なので値段を選択する場面で、どのチケットを買えばいいのかっていうのが、迷う場合があるかと思いますが、皆さんが18歳以上なら一般と書かれているか大人と書かれているものを選択してチケットを購入してください。で、いろんな割引があるので、もし皆さんがそれを持っているっていう場合なら、まあ、分からなければスタッフの人に聞いてそれを使うといいかなと思います。ちなみになんですが、映画の値段ですね。大人は基本2000円します。2000円です。でもいろんな割引制度があるので、割と安く楽しめる場合が多いです。ほとんどの割引は日本人向けというか、日本に住んでいて他のいろんなサービスに登録している方がその特典、その割引で映画がちょっと安く
見れるよっていう場合があるんですけど、あとはその映画の会員に入っている方、会員制度に登録している方がちょっと割引をもらえるっていう場合があるんですけど、日本に住んでいる日本人とか関係なく全員が映画を少し安く楽しめる場合があります。これは映画館によって違うので、皆さんが行く映画館を少しリサーチしてから行ってみてほしいんですけど、私がよく行く東宝シネマだったら毎月1日は安いです。1日はちょっとだけ映画が安く楽しめます。なので皆さんがもしこの辺に旅行を予定しているとか、この辺で映画を見に行こうって思っていたという場合は、1日に映画を見に行ってみてください。日本で映画を見る場合ですね、もし少しでも安く見たいという場合は、そういう割引制度を事前に調べてから行ってみるといいかなと思います。あと、映画館で皆さんが気になるところは何かありますか？私はフードです。食べ物です。映画館に行ったら飲み物、水があればいいよっていう方もいると思いますが、ポップコーンは必須でしょって思う方もいると思います。私はどっちかというとそっち派で、ポップコーンとか何か食べ物を食べたい派です。で、日本の映画館にはどんな食べ物があるかですよね。これを聞いてくださっている方の中には、日本で映画を見に行ったことがあるという方もいると思いますが、皆さんは何か、好きな食べ物とかありましたか？で、私が思うに、そんななんかおにぎりとか日本独特みたいな食べ物は売っていないです。よくあるものかなと思います。もちろんポップコーンはあります。基本的には塩かキャラメルの2種類です。映画館によっていろんな違う限定の味とかオリジナルのもの、オリジナルのフレーバーとかもあるんですが、基本的にはポップコーンはキャラメルか塩の2択です。東宝シネマという私がよく行く映画館があるんですが、そこに私の好きなものがあります。それがクレープみたいな、なんかアイスみたいなデザートがあります。で、これは昔映画を見に行くたびに毎回食べていました。で、久しぶりに画像をね、ちょっと検索してみたんですが、やっぱりめっちゃ美味しそうと思って、ちょっとお腹が空いてきたりもするんですが、映画館に行くときにちょっと何か甘いものが欲しい、デザートを食べたいと思ったら、皆さんもぜひそれを食べてみてほしいです。で、アイスというかデザートなので映画を見ながら食べるというよりかは、もう映画館の座席に着いた瞬間に食べ始めて、映画が始まる前の広告があるんですけど、その広告が流れている間に食べ終わってしまうような、デザートというか食べ物ではあるんですけど、一度食べてみてほしいです。で、他にはポップコーンがあって、あとはホットドッグが売ってあったりもします。なので、ちょっとお腹が空いているという方も、ポップコーン以外にも食べられる食べ物があるので、いいかなと思います。で、ちなみになんですけど、日本の映画館では一応外で買ったものを持ち込んで食べるっていうのは禁止されています。お水ぐらいだったらカバンに入れてね、持ち込んでいる人もたくさんいるかと思いますが、なんかでっかいポテチとかを買ってきて、それを映画館に持って入るっていうのは禁止なので、そこは気をつけておいてください。で、もし皆さんの国で、私の国では私のよく行く映画館ではこんなもの売ってるよとか、これ日本売ってないのこれ必須じゃねみたいな、そう思うものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ではここまでは日本の映画館についてお話ししてみました。次はですね、私の海外で行った映画館、今まで見に行ったことがある国と何の作品を見たかっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。これは雑談なので、皆さんも気軽に聞いてもらえればなと思います。で、私の記憶が正しければ、人生で初めて海外で行った映画館はマルタでした。マルタというのは地中海に浮かぶ小さい島国です。イタリアの南にある本当に小さい島国なんですが、そこで初めて、映画館に行きました。映画を見に行きました。で、なんでそこの映画館に行ったかというと、その時、ダンケルクという映画が上映されていました。ダンケルクという映画の中にハリー・スタイルズ、皆さんも知っているかと思いますが、
ハリー・スタイルズが出ていて、うわもう絶対見に行きたいと思って、しかもその海外で初めて日本語の字幕なしに映画を見るっていう体験やってみたいと思って見に行きました。でダンケルクという映画はなんかポップなコメディとかラブコメではなく戦争の映画です。ちょっと重めの作品なんですが、もうただそのハリー・スタイルズが見たいっていうのと、海外で映画を見に行くという体験がしてみたいという思いだけで行きました。で内容は全て英語なので、英語で映画を見て内容を理解できていたかどうかですよね。もう全然でした。多分半分も理解できていなかったと思います。で映画なのでポッドキャストとは違って映像があってストーリーがあるので、話の流れは大体はわかるんですが、その時の細かいセリフとか心情とかそういうのは全く理解できていなかったと思います。理解できるほどの英語力はなかったと思います。ただその体験してみて、海外で映画を見に行って英語で見て、全くわかんないけどとっても新鮮な体験ができてよかったなと思います。でその時は街にある小さめの映画館に行ったので、なんか独特な食べ物が売っていたとかそういう記憶はあんまりないです。で私も何か買って食べた記憶もないです。多分なんかジュースを1個買って映画を見た気がします。それが初めての体験でした。でその次はカナダで映画を見に行きました。カナダで見に行った映画なんですが、ちょっと作品の名前を思い出せないんですけど、まあなんか高校生の恋愛ストーリーの映画だった気がします。その時も映画の内容は多分半分ぐらい、半分も理解できていなかったんじゃないかなと思います。でその映画を見ている最中に映画館にいるみんながハハハって笑ったりするシーンがいくつかありました。でその時に私は全然笑えなくて、何が面白いのか何を言っているのか全然理解できていなくて、自分だけなんやみたいな、本当にハテナマークが頭にいっぱい浮かんでいる状態で、自分全然英語理解できてないんやなってその時に改めて思いました。でその映画を見終わって、もう絶対もっと英語勉強してちゃんとこの映画を理解できるように英語を頑張ろうって思った記憶があります。で数年後見返した時はその映画の内容をほとんど理解できていたと思います。で映画一回見返してんのになんでタイトル覚えてないねんって感じなんですけど、そうですね、自分の英語の成長はちょっと感じた記憶があります。でその映画を見に行った時は結構夜だったんですよね。夜9時とか10時ぐらいに終わる映画で、めちゃめちゃ眠くなって、やばいやばい寝そうみたいになった記憶もあります。なので私夜に映画館行ったらダメだってちょっと思いました。夜に映画を見に行くっていうのはよくある普通のことだと思うんですけどね、私は夜は寝てしまいそうになるので、できるだけその夜11時12時に終わる遅く終わる映画は見に行かないようにしています。であとはフランスに留学していた時に映画を何回か見に行きました。あとスペインの映画館に行って映画を見たこともあるんですが、ここで一つびっくりしたことがありました。多分マルタで映画を見に行った時もそうだったんですが、映画の間に10分15分ぐらいの休憩がありました。この休憩をインターミッションというらしいんですが、それを体験しました。記憶が曖昧なんですが、スペインで映画を見に行った時と多分マルタで映画を見に行った時はこのインターミッションがあった気がします。インターミッションって何かというと、映画の間に1回休憩があって15分ぐらい休憩があります。でその間にみんなトイレに行ったり、なんかちょっと外に出て休憩したりして、でまた15分ぐらい経つと勝手に映画が始まります。で私はこういうのがあるっていうのは全然知らなくて、初めこれに出会った時にみたいななんか急に画面暗くなって、そして周りの人みんな立って外出て行ったけど、何この時間みたいな感じで結構戸惑った記憶があります。でチャット GPT に聞いてみたんですが、今はこのインターミッションはほとんどないみたいです。
で、皆さんの国ではどうですかね。映画が途中でいい感じのところで終わって休憩があったりしますか？日本では映画の間に休憩があるインターミッションは一切ないです。私は今まで3時間ぐらいの映画も見に行ったことはありますが、今までその間に休憩があったということはないです。で、日本を含め多くの国では休憩時間っていうのはないと思うんですけど、トイレに行きたかったら自分が勝手に立ってちょっと腰を曲げながら他の人の邪魔にならないようにすいませんみたいな感じでトイレに行く必要がありますよね。で、それを考えたら映画を1秒たりとも見逃したくない人にとったらこのインターミッションっていうのは映画を見逃さずに済むのでいいのかなと思います。でもなんか途中で途切れると盛り上がっていた気持ちが一回冷めてしまうので、どうなんだろうっていう感じもします。で、私がフランスで見に行った映画はソードアートオンラインっていう映画と、あとはマイヒーローアカデミア、この映画を見に行った気がします。で、あとスペインでは呪術廻戦の映画を見に行きました。アニメばっかりですよね。そうです。アニメの映画を見に行きました。なんでかっていうと、一つはアニメの映画だと日本語なので、それですね。それが理由です。日本語で映画を楽しめるっていうのがあったので、アニメの映画を何回か見に行きました。で、マイヒーローアカデミアっていう映画を見に行った時に、ちょっと田舎の方の外れた映画館に行きました。なのでそこにバスで行ったんですよね。で、ちょっと夜遅くなる。映画が終わったのは8時とか9時ぐらいで、その後晩ご飯を食べてから帰ることにしました。で、その時に最後のバスが何時かっていうのを全然調べていなくて、で、別に12時って夜中の1時とかに帰るつもりは全くなかったので、別にバスあるやろって勝手に思っていました。でもそれは結構田舎だったので、バスの本数も全然なくて、で、さあ映画を見終わってご飯食べたので帰ろうって思ってバスの時間を調べたら、もう出てこないんですよ。その日の最終バスが行ってしまっていて、帰るバスがなくて、で、どうしようってなった記憶があります。もう夜遅かったし、そこバスしかなくて、車を持っている友達もいなくて、もう誰に連絡しても迎えにも来てもらえないし、どうしようみたいなそうなった記憶があります。で、そこから20分ぐらい歩くとトラムが走っていたので、そのトラムに乗れば家に帰れる状態だったんですけど、私がいた場所からトラムの駅まで、なんか人が歩けそうな道がなかったんですよ。その高速ではないですけど、車がバンバン走っている歩道ゼロの道しかなくて、ここどうやって歩いたらいいねんみたいな、そういう道しかなくて、しかも夜で電気も少なくて、めっちゃ暗めの場所で、もうどうしようやばいやばいみたいになってました。で、今思えば Uber とかなんかすればよかったんじゃないって普通にね、そうなるんですけど、でもその時の選択肢はバスで帰るか歩いて帰るか、またはトラムで帰るかしかなくて、なので、オッケー、よし、頑張って歩こうと思って、そのトラムの駅まで歩いていきました。で、その時は、結構遅かったので、車がバンバン通っているっていうわけではなくて、交通量がめっちゃ多いわけでもなかったので、その車しか通れなさそうな道だったんですけど、もう全力で走って、もう早く着けお願いみたいな感じで、もう走って走って夜中に、冬だったんですけど、結構汗かきながら走って走って、で、やっとトラムの駅に着いて家に帰ることができました。っていう謎のその映画の思い出ではなく、ちょっと迷子になりかけたみたいな思い出なんですけど、それが鮮明に記憶に残ってます。真冬に走って汗だくになってもう何してんねんって感じなんですけど、そうですね、そういう思い出もあります。で、あとはポルトガルに旅行に行った時も、アバターの映画を見に行った記憶があります。思い出してみればヨーロッパで意外と映画見に行ったなっていう。食べ物、フード系はそんな特別な、面白とか、うわ、フランスっぽい、スペインっぽいみたいな、食べ物があった記憶はないです。もちろん行く映画館によっても違うと思いますが、私が食べたことがあるものは普通のポップコーンと、あとはジュースですね。こんな感じでした。
で、日本の映画館は映画が上映されている間は静かにしないといけないです。大声で笑ったり喋ったりしてはいけないです。これがルールです。あと映画をスマートフォンで録音するのも禁止です。これ法律違反になります。なので見つかったら罰金とかね、いろいろあるので皆さんもそれは気をつけてほしいんですが、海外の映画館だと多分そんな厳しいルールはない気がします。ちょっと詳しくは覚えてないんであれなんですけど、でもみんな普通になんかめっちゃ大声で笑ったり、なんか盛り上がったらちょっと盛り上がるみたいな、そんな雰囲気があった気がします。なのでそういう全然喋って OK、盛り上がって OK、笑って OK っていう場所、あとは映画をスマートフォンで録音してもいいっていう国から来た人だと、日本で結構ちょっとギャップがあるかもしれませんが、日本は喋ってもいけないし、とにかく映画は静かにしないといけないのと、あとスマホで録音も禁止なので、それは気をつけてもらえたらいいかなと思います。で、あと最後に、一番最近行った韓国の映画館だったんですけど、私は CDG という映画館で鬼滅の刃を見てきました。で、その時に椅子なんですけど、それがめっちゃびっくりしました。最近日本でもプレミアムなちょっともっとリラックスできる広い椅子、座り心地のいい椅子っていうのも増えてきたみたいなんですけど、その韓国で行った映画館もそれは普通に基本の別に何もプレミアムじゃないラグジュアリーではない場所だったんですけど、リクライニングができたり、一人一人の椅子の幅が広かったり、通路の幅が広くてスペースに余裕があってめっちゃ良かったです。日本の基本の映画館は椅子も結構小さくて、で、あと幅が狭いので、人が座っていたら前を通してくださいっていう時に結構なんかギュッて避けないといけない雰囲気があるので、その違いはね、めちゃめちゃ大きくて、韓国の CDG の映画館めっちゃ良かったなって思いました。日本の映画館すべてああいう椅子とかなんか幅感だったらいいのになってめっちゃ思いました。なので、まあ、各行く国で違いがあったりするなと思いました。今回は日本の映画館と私が海外で映画を見た体験についてお話ししました。どうでしたかね。日本の映画館は、まあ別にそんな他の国と比べて大きな差はないかもしれませんが、喋ってはいけないし、録音もダメだし、写真もダメだし、というなんかちょっとした違いっていうのはあるかなと思いました。あと最後に一個思い出したんですけど、日本の映画館、特に東宝で食べ物を買うときですね。食べ物とジュースを買ったら、こう映画を座って見るときってなんかずっと自分の目の前にポップコーンを抱えながら映画を見ないといけなかったりするじゃないですか。で、その東宝の映画館だとそれがないんです。なぜかというと、お盆みたいなプレートをもらいます。でそれを椅子のドリンクホルダーのところにかけておくことができます。で、そうすることによって飲み物とかポップコーンとか食べ物があったらずっと自分の手に持って映画を見ないといけないということがなくなるので、ちょっとなんか疲れるとかしんどいっていう感じがないので、それがめっちゃいいなと改めて思いました。なのでね、なんか他の国にもとか他の映画館にもこれがあったらなってめっちゃ思います。ドリンクとかポップコーンとかを置いとけるプレート、これ割とね、あるとないとではめっちゃ違うので体験してみてほしいです。最近は本当に冒頭でも言った通り、Netflix とか、Amazon とか、日本だったら Unext っていうサービスがあったり、いろんなストリーミングサービスがあって、映画館にわざわざ行って映画を楽しむっていう方も少なくなってきてるとは思いますが、映画館に行ったら映画館でしかできないようなオーディオ体験とか映像とか 4D とか、そういういろいろ違う体験もあるかなと思うので、久しぶりに映画館に行ってみようっていうのもありなんじゃないかなと思いました。で、私もこのエピソードを作ろうと思って日本の映画を最近何やってるかなっていうのを調べてみて、で、なんかたまには映画見に行ってみようかなと思いました。あと皆さんが行ったことない国で海外で映画館に行ってみるっていうのは普通の旅行とはちょっと違う、ちょっとローカルな体験だと思うので、
面白いんじゃないかなと思います。もちろん見たい映画があればっていう話なんですけど、アニメって結構世界中どこでも最近では公開されていて、皆さんがもう日本語完璧、日本語めちゃめちゃ勉強してだいたい理解できるっていう場合だと、アニメの映画はもう世界中で楽しめるので、これが日本語を勉強するモチベになるんじゃないかなって思います。アニメだったら日本語オリジナルの音声で世界どこでも楽しめるので、めちゃめちゃいいメリット、日本語をもっと勉強しようって思うメリットになるんじゃないかなって思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもポッドキャストを続けていくために応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。こうやってポッドキャストを続けていくことができるのも皆さんのおかげなので、もう本当にありがとうございます。もしこんなエピソードが聞きたいというアイデアなどありましたらいつでもコメントで教えてください。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日を。それでは。